2020年5月 D モザムービー歌姫オーディション、ついに二次予選が開催。オーディションの審査員を務めたのは世界的アーティストでありアニメ音楽の第一人者梶浦由記。梶浦由記をプロデュース D モザムービーの音楽プロデューサー森康則、そしてポニーキャニオンから柳田プロデューサー。さらに今回の二次予選の審査には北米最大のアニメイベントであるアニメエキスポからシニアディレクター松田あずさも参加。アニメ音楽界のプロフェッショナルが集結したオーディションがついに大きく進展。インターネットテレビ会議システムをフル活用した斬新なオーディション手法にも注目が集まる。今週は二次予選突破を果たした14名の歌声を一挙にご紹介します。 D モザムービー歌姫オーディション。いやー、ヨッピーさん、今週ちょっと待って、はい。いやすごい気になることがあるんですけど。いや、ちょっと台本にないこと急に言わないでくださいよ。台本もともとないですけど、はい、先週紹介した対面オーディションの通過者の5名の結果を発表する。わかりますよ。はい。そこからさらに二次予選、これもやったってことですね。はい。なんか展開早くないですか？それちょっと残りの放送回が少ないんですよ。というよりむしろ今初めて知ったけど、そうなの？そうですよ。もう焦ってるんですから。そうなんだね。でもじゃあ一挙にもう14名にもう絞られちゃってるわけですよね。はい。でさらにアニメエキスポから新たに審査員の方も参加されているということで、なんかワールドワイドな感じにどんどんなってきましたね。はい、そうですね。でしかも今回は14名の方々も今までとはちょっとルールが違ってきてるということなんですけど。そういうことです。じゃあご説明させていただきます。二次予選に進まれた方にはそれぞれ事前に収録していただいた2分間の歌唱 VTR のプレゼンテーション審査並びに1分間の自己 PR の時間が設けられており、その総合評価により3次予選進出が決まることになっております。インサイドアドリームじゃない歌を歌うっていうことにもなってるんですね。そういうことですね。今週は二次予選通過を果たした14名の歌声をお届けします。そして今週も審査員の梶浦由記さん、森康則さんから番組にだけ特別に二次予選を終えた総評をいただいております。そしてもうだいぶ喋っちゃってますけど、喋ってるのは日本放送のアナウンサー吉田久典と細田健太です。いよいよ始まった二次予選、1人目の通過者は早口言葉が特技のあの方です。グロリア、すべて弱こともなく、午後の日差し明るく、幸せの歌響き、ひばりの丘は光る、あなたと共に行こう。イギリスで留学をしていた時に全校集会で梶浦由記さんのピアノという曲を歌わせていただいて、その時に10歳くらいの子どもたちが日本語ってなんて素敵な言語なんだろうって言ってくれて、そこから歌を歌うお仕事をしたいと考えるようになりました。これ歌唱のところなんですけど、画面外で楽器あれ弾いてますかね？続いては湯飲みに絵付けが趣味のあの方をご紹介します。恋人と呼び合える時間の中で特別な言葉をいくつ話そう。夢に花に風、君には愛を、そして孤独を包み込むように。聴いてくださる方の心の奥の奥に響く歌の歌える歌い手になるのが私の将来の夢です。私は夢を諦めてはいけない、そしてそれならば目いっぱいの努力をモットーにこれからもやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。自己 PR の文を間違わないように話そうとする一生懸命さが伝わりますね。どんどん参ります。3人目の通過者はこちら。
私は歌うことが大好きです。歌を通して学ぶことはたくさんあって、歌を歌うにも私一人ではできないこと、感謝の気持ちを歌できちんと恩返ししていきたいと思います。応援していてよかったなと感じていただけるように頑張ります。カメラの設置の問題だと思いますけど、あんなにすごいスケールの歌を歌う人が座ってるのすっごい珍しいですね。通過者たちの歌声は続く。4人目の通過者をご紹介。抱きしめたもがれないそこのサビ、後ろ髪まっすぐ続くトンネルで一人。私は音楽がとても好きです。1歳の頃からピアノをやっていたということもあり、梶浦さんの作曲された曲を初めて聴いた時にピアノから始まる曲奏にとても引きつけられて、もうすごく好みだったので、この曲を私が歌いたいと強く思いました。歌と自己 PR の部分でホワイトバランス、色合いが全く違うんですけど、なぜなんでしょうか。まだまだ続く二次予選通過者の歌声。5人目の通過者はラップを披露してくれたあの方。誰かを認めるためにある Endless love Endless love Endless love。 私の武器は世界に一つしかないこの声と誰にも負けない表現力です。パワフルな曲、繊細な曲、ラップなどどんな曲でも歌いこなします。まだやったことのない曲でも全力で取り組んで必ず歌い上げてみせます。私の歌を聴いて皆さんがこの映画のワンシーンを思い浮かぶような、私にしかできない最高の表現力で心震える歌を歌います。このバッチリメイクにオーディションへのやる気が見えますよね。 Y 字バランスを見せてくれたあの候補者も通過です。君の手を握りしめて、もう僕の手を離さないで。ああ僕らもしもやめる時も健やかなる時も僕ら二人で。 YouTube に歌ってみたの動画投稿を始めて2年ほど経つのですが、今でも毎週投稿を続けています。今では1万人以上の方からチャンネル登録をしていただくことができました。私の歌、この声だからこそ届けられるものがあると思っています。私に DEEM の主題歌を歌わせてください。どうかよろしくお願いいたします。歌の時と PR の時で雰囲気違うんですけど、カメラ目線は絶対に外さなかったですね。続いては全身で元気いっぱいな自撮りを送ってくれたあの方が通過しました。いつだって迷わず君はきっとどんな僕も生かけてくれたら、じっと見つめた君の瞳に映った僕が生きた印。将来は歌える声優さんになりたいと思っています。まだそんなできることははっきりしていませんが、今できることを全力で頑張りたいと思っています。このチームの素敵でミステリアスな世界観を私の歌でもっともっと広げていけたらなと思っております。この歌姫オーディションに絶対に合格したいです。よろしくお願いします。いや、岩口さんちょっと音質気になりましたけど、そうですね。梶浦さんがニコニコしてたからいいんじゃないですかね。はい番組後半でもまだまだ二次予選通過者をご紹介します。でその梶浦さん、さらに森さんの総括コメントも後半にはありますんでお楽しみに。2020年5月 DEEM the Movie 歌姫オーディション
ついに二次予選が開催。アニメ音楽界のプロフェッショナルが集結し、インターネットテレビ会議システムをフル活用した斬新なオーディションが大きく進展。やっぱり二次予選まで突破した人だと歌もうほんと上手くなってますよね。いよいよ二次予選を突破した歌姫候補紹介も後半戦へ。8人目の通過者はこちらの方です。愛にできることはまだあるかい。世界が背中を向けてもまだなお立ち向かう君が今もここにいる。ありがとうございました。中学1年生からボーカルスクールに通い、ボイストレーニング、ステージングレッスン、イベントやコンテストに出演し、 J-POP、アニソン、ミュージカル、演歌、洋楽などを課題曲とし、オールジャンルシンガーになるために頑張っています。またポートレートモデル、ファッションショー出演をし、外見も磨いています。いつも私自身がキラキラと輝き、一人でも多くの方の生きるエネルギーになる歌を歌うことを心がけています。手話ですかね、あれ歌の。そして滑舌がめっちゃパッキリしてますね。続いては小柄な体型からは想像もつかない歌声を披露してくれたあの方が通過を決めています。まずコノハという名前で3拍子をしてみたいと思います。コノハという名前は人に癒しを与えるという意味で、苦しい時辛い時に人に癒しを与えられたり、心を支えられてあげられる歌手になりたいです。の能力についてですが、私は8年間合唱部に所属していました。ハートが熱く、夢や目標に向かって走り続けていきます。オーディションで合格してたくさんの人に歌声を聴いてもらいたいです。三拍子ってこれあいうえお作文って言うんじゃないんですね。アイドルっぽい自己紹介。どんどん参ります。10人目の通過者はこちらの方。涙じゃなく力にして溢れる思いを今こそ果てなく。私の歌の一番の強みだなって思うところは、喉を柔軟に使えるところと、そのダンスやお芝居も勉強していたからこそ培ってこられた表現力にあるのではないかなと自分では思っています。なので、今回も曲を聴いただけで映画のその優しく切なく儚い愛の物語という世界観をふわっとイメージできるような歌を歌いたいなと思っております。歌からも自己 PR からもなんか人生経験をむちゃくちゃ感じるんですよね。なぜでしょうね。続いては絶対音感が自慢のあの方が通過しましたよ。めくくて情けなくて夢みたいだね、幼くて意地張って離れたって寂しいのはお互い様、バカみたいだね、面倒くさくて。今は大学で音響学を専攻しています。大学3年生です。私の目標は、今、関心のある歌、デザイン、心理学、ビジネスの、4つを磨いてですね、唯一無二の、人間になって大好きなミュージカル界に貢献するというのが私の、夢というか今の目標です。絶対音感があるってこうおっしゃってましたけど、なんか絶対前髪感覚もありそうな気がするんですよね。全然動かない。続いては対面式オーディションからの通過者です。悲しみと怒りに潜む誠の心を知れば森のせいもののけたちだけ。普段はアニ
ソンやボカロとか洋楽なども大好きでよく歌っています。で、趣味は小説を書いたり詩を書いたりすることと、あと独学なんですけど、こうやって語学の勉強をすることも好きで、あとこうやってイラストを描いたりとかよくしています。で、これはちょっと練習中なんですけど、これちょっと D もを描いたり今練習しています。ずいぶんいろんなもん用意してきてくれましたよね。イラストが若干高橋留美子風なのが気になる。いよいよ残すところあと2人、続いての通過者をご紹介しましょう。自分で歌唱作詞を手掛ける、自主制作の CD を作ったりしています。中国、香港、マレーシアなど、海外でのライブ経験もあります。音楽に軸を置きながら、幅広く活動してきました。このオーディションを通じて自分自身が成長することももちろんなんですが、DEEMOの世界観とかを、もっとより多くの人に届けたいと思っています。歌唱 VTR でソフトフォーカスのものを作ったりとか活動してる人ならではの現役感感じますね。ついに最後の通過者です。最後は海外の方が通過しています。この鎖が許さない、心を明け渡したままで、あなたの感覚だけが散らばって、私はまだ上手に片付けられずに。台湾で歌い手としていろんなライブを出演しています。日本語の歌詞を読めるために自分で日本語を勉強しました。私はやりたいことはやり尽くすタイプだと思います。20歳から独学で作曲作詞して仮歌シンガーをやっています。これからも頑張りたいと思います。台湾の方が参加できるっていうのはウェブオーディションならではですよね。それにしても日本語完璧ですね。そうですね、さあ、そして終始ニコニコしていた審査員は一体どんな感想を今回お持ちなんでしょうか。はい、二次予選のコメントをご紹介したいと思います。はい、梶浦由紀さん、森康則さんからもらってます。皆さん個性ある方が多くて、こちらも気が抜けない2日間でしたね。人が喋るってとても怖いことで、歌もそうですけれども、やっぱり10秒言葉を発すると大体そういうのって伝わってしまうものだと思うんです。だからこそ今回そのトークタイムがちゃんと設定されてるんですよね。普段からすごくいろんなことをやってらっしゃる方っていうのはもうその1分じゃ足りないほどのネタを持っていたりとかする方もいらっしゃるので、その1分の間に何を選んでどんな言葉を選んで一声目に何を発するかっていうのはすごく思った以上に大事なことではあると思いますけどね。まあ一番大事なのは歌なんですけれど、でもやっぱり歌がいいなってまず思って、じゃあこの人はどういう方なんだろうって思った時に、その方がその1分をどう使うかっていうのはやっぱり、じゃあ同じ方が3名並んだ時に、同じようなレベルで3名並んだ時に、その方がじゃあ言葉を何を発したかっていうのはすごく大事なことになってくると思うんですよね。いかに本当のことを簡単な言葉で分かりやすく伝えるかっていうのは、もうきっと誰にとって大きな課題だと思うんですけど、言葉を発する人にとって。私あんまり自分でも喋りがうまくないので、うまくないがゆえに自分でこうライブで喋る時にすごく気をつけてることがあるんですけれども、絶対嘘をつかないこと。多分人に何かこう伝える時のコツってあんまりなくて、嘘をつかないけど全部言う必要はないっていうそこだけだと思ってるんですよ。MC とかじゃなくても、今後仕事していく上でコミュニケーションってアーティストにとってすごく大事なんですよ。プレイヤーさんとかプロデューサーさんとどういう言葉を使って自分の音楽についてどう語っていくかっていう、そういう才能もないとやっぱりシンガーさんってなかなかやっていくのは難しいので、そういった意味でもこの人のはどういうコミュニケーションの仕方をする人なんだろうっていうことは、特にこれからそのシンガーさんと長いお付き合いになるプロデューサーの方とか
レコード会社の方はすごく気になさる点じゃないかなと思います。やっぱり感情を揺さぶるかどうか、心に届くかどうか、それはやっぱりいろんな要素があるんだと思うんですよね。その歌の声質だったり表現力だったり、その人の持っている人間性だったり、例えばよくね結婚式とかで親戚のちっちゃな子がピアノ演奏したりとかして披露するようなことってよくあるじゃないですか。ものすごく心惹かれますよね。技術はないのに一生懸命弾いて、なんとか自分の習っていることをその場で披露しようともして、一音一音丁寧に。やっぱり何か心を動かすというのは技術ももちろんですけど、それ以外の何かやっぱり表現力というかね、そういうところがあるんではないかなっていうふうに思ってます。これはいつもオーディションとか、新人発掘の時に思うことなんですけど、僕たちは一番感じるのは責任なんですよね。やっぱり最後その子を選んで世の中に出していくわけですから、この目の前にこの「ディーモン」っていうその映画の主題歌っていうそのバラ色の人生がね一つはあるのかもしれないですけど、じゃあ次の時に本当の実力がないとどんどん置いていかれちゃう。やっぱりそういうふうに世の中に出す立場の人間にはやっぱりその子を選ぶというのはすごい責任があるんですよね。だからやっぱりこの歌がいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、やっぱりこの子をデビューさせて本当にいいのかどうかっていうところを僕は一番考えますね。要はね、覚悟があるかっていうことなんですよね。この世界に足を突っ込むあなた覚悟がありますかっていう、そんな甘い世界じゃないですよと。数パーセントの人たちしか生き残れない世界の中に引きずり込むわけですから。だからやっぱり僕たちはその責任と、やっぱりそこに入っていく子たちはその覚悟がいるっていうことだけはやっぱり認識してもらいたいなと思いますね。お二人ともめちゃくちゃ本気のプロ用のコメントくれてるじゃないですか。ね、かっこよかったですね。かっこよかった。もうね、森さんにね、なんか上司になってもらいたいですよね。そうですね。いや、理想の上司って感じですよね。さて来週はどうなるんですかね。この14人でドラマが展開していくことになるんですね、きっとね。そうですね。なんかボイストレーニングとか始まるんですか。みたいですね。ということで来週からはちょっと方向性変わるかもしれませんね。はい、ということで来週もお楽しみに。次週の「D モザムービー歌姫オーディション」は歌姫候補たちの3次予選に向けた新たな戦いが始まりますよ。やっとお互いがお互いを認識する日がやってくるんですね。